どうも、底辺アクアリスト黄昏です。皆さん、ウィローモスはご存知でしょうか？レイアウト水槽から生態メイン水槽まで幅広く使用されている水草です。とりわけネイチャーアクアリウムなどのレイアウト水槽には引っ張りだこで多用される傾向にあります。ウィローモスは流木に巻きつけるだけで自然感を演出できますし、その落ち着いた緑色はどんな水形にもマッチします。そんなウィローモスにはいろんな種類があり、代表的なもので言えば南米ウィローモス、クリスマスモス、ピーコックモス、プレミアムモスなどが有名です。その中でもプレミアムモスは高額で、500円玉サイズが1000円ぐらいで取引されるレベルです。レイアウトコンテスト上位の作品でもよく使用される人気種で、スケール感も出しやすいため非常に人気、かつ成長が遅いのが高値になる要因だと思います。そんな多種多様な種類のあるウィローモスなんですが、今現在最も熱くて高額で取引されているものがあるんです。今回はそんなモスの紹介をしていきます。それでは早速見ていきましょう。それがこちら、青色のウィローモスです。こちらは新種のウィローモスで、通常の緑色のモスとは違い、青色なのが特徴的です。赤や緑の水草はあれど、青色なんて聞いたことがないですよね。このモスは本当に革新的で、他にはない青色で水槽内に清涼感を出してくれます。というのは嘘で、これただメチレンブルーに南米ウィローモスをつけただけです。要するに普通のモスを着色したわけですね。ではなぜそんな茶番をしているのかというと、現在新種として市場に出回っているモスに着色説が出ているからです。名前をクリムゾンレッドモスというんですが、その名からわかる通り真っ赤なモスです。ついこの間出たばかりの新種で、インドネシアから輸入されたそうです。この赤いモス、出た当初くらいにライブ配信ではお話ししてるんですが、自分は全く興味がありませんでした。腕利きのレイアウターの方であれば、この真っ赤なモスを生かしたレイアウトを作ることができるのかもしれませんが、自分の力では活かせる気がしません。価格も1カップ3000円と、モスの中では目ん玉が飛び出るくらい高い種類だったのもあり、新種に飛びつきたくなる自分でも興味が持てませんでした。ただ、Twitter などの SNS で続々と購入報告が出てきて、結構目には入ってました。それからしばらくして、いろいろ怪しい報告がされるようになってから、がぜん興味が湧いてくるという逆転現象が発生。いろいろ調べていくうちに、この新種のモスについて調べて分かった疑惑を動画で解説しようとなりました。今上がっている疑惑から、この件について自分がどう思っているのかを包み隠さずお話しするので、ぜひ最後まで見てやってください。本来なら実際に購入して動画にするべきとも考えたんですが、自分が購入することによって視聴者さんの購買意欲を煽る可能性があったため、冒頭の苦し紛れのブルーモスを作るに至ったわけです。まあ、あくまでも怪しいというだけの話であって、この真っ赤なモスが着色という根拠は一切ありません。客観的に見ると疑問に思えることが積み重なっているという状態なので、これを着色されたただのモスという表現はいたしません。真贋に関しては、これからの解説を聞いて自分で見極めてください。それでは、現在クリムゾンレッドモスを取り巻く疑惑についてお話ししていきます。まず一つ目の疑惑は、クリムゾンレッドモスを入れた水が赤くなることです。これは一番最初ら辺に出てきた疑惑で、
パッキングされたクリムゾンレッドモスの水が若干赤く染まってきていることから着色説が出始めた感じです。クリムゾンレッドモスが出てすぐにこれ赤虫じゃんって言われてましたが、水が赤くなることでいよいよ本格的に赤虫になってきましたね。先ほど登場したブルーモスもメチレンブルーで着色したため、水につけるとその水が染色されます。ちなみにこの赤色の色素が何なのか独自で実験されている方もいらっしゃるようですが、全容は明らかになっていません。あくまでも怪しいが断定はできないといったところで止まっています。続いて2つ目の疑惑は、クリムゾンレッドモスに混じってた他の苔も赤くなっていたことです。輸入瓶の水草には違う植物が混入することがたまにあるそうですが、今回のクリムゾンレッドモスにも違う種類の植物が紛れていたようです。おそらくゼニゴケではないかと言われているんですが、そのゼニゴケも赤いんですよね。もしかしたら赤いゼニゴケの可能性はありますが、着色されている説がささやかれている今、疑惑の目が膨らむ要因の一つになっています。まあ、もし赤いゼニゴケが発見されたなら、クリムゾンレッドモスと一緒に新種として輸入されててもおかしくありませんしね。続いて3つ目の疑惑は、新芽が緑色なことです。こちらは出た当初は発覚していなかったんですが、登場から日数が経ち、クリムゾンレッドモスが成長していく過程で発覚したことです。登場してすぐに購入した方たちが育成しており、その中の複数名が新芽は緑色と発言していました。新芽が緑ということは、もともとの色が緑だった可能性があるわけで、先の着色疑惑が強化される形になっています。まあ、これに関しては、現地の環境を完全に再現できないと赤色は維持できないと言われればそれまでです。確かに水草は環境によって色を変えますし、赤色になりやすいと言われている種類も条件によっては赤くならないことなんてざらにありますからね。ただ、ここまで出てきた情報を加味すると怪しく感じてしまうのも無理はないなといった印象です。というわけで、主に上がっている疑惑についてお話ししたんですが、他にも色が若干落ちてきたとか、現地では全く出回ってないとか、現地の人が意味深な発言をしてるとか、何かと話題に事欠きません。お話しした3つの疑惑に関しては、実際に発生していることなので事実なんですが、それが着色である根拠にはならないです。まあ、新芽が緑になる時点で赤いモスとしての価値はない気はしますが、とりあえずクリムゾンレッドモスを取り巻く現状はこんな感じになってます。もし本当に着色していたのであれば悪質ですよね。ここまで日本のショップが大々的に宣伝をし、市場に流通しているわけですから、しっかりとしたルートをたどっているものだと思っていました。自分はアクアリウム業界のことを知っている業界通な知識人ではなく、ただの一般通貨アクアリストピープルなので、どういった流通経路で日本に来たのかは全くわかりません。それでも着色したモスなのであれば、悪意を持って騙そうとしている人間がどこかで噛んでるはずですよね。流通する段階でどこまでの人がこのモスの真実を知っていて、どこまでの人が騙されているのかは気になるところです。というか、この場合販売してしまったショップはどういった対応をするのが正解なんですかね。数多くの疑惑が浮上していることで、現在販売を一時停止しているショップもありますが、すでに販売してしまった分に関してはどうしようもないので難しいところです。個人的には疑惑が出始めてから転売屋の方たちが焦ってメルカリに続々と出品しだしているのがクソ面白いです。正直、新種という単語にはとてつもない魔力があり、
こういった趣味を持っている方は飛びついちゃいますよね。自分は赤いモスに興味がなかったから良かったものの、魅力的だと思う新種があったら買ってる可能性もありますし、モスにしては高級な新種でしたが、数千円だったのでまだエンタメとして見れてる気がします。これが数万円とかで取引されるレベルのものだったら超問題になってたでしょうね。新種だからと変に煽って購買意欲をそそり、偽物でしたとかなると大変なんで、自分も発信する側として気をつけないとと身の引き締まる思いです。というわけで、皆さんはこのクリムゾンレッドモスについてどう思われましたか？本物だと思う、偽物だと思うなど気軽にコメントしていただけると幸いです。というわけで今回はここまで。Twitter と Instagram もやっておりますので、そちらも見ていただけると嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。